dedicated game channel by Coconetta. みんな、お元気？さて、始まりの話題は、今回のアップデートでリバランスを受けたスローダウン効果についての確認です。まあ、こうしてまとめてみると、すべての設定値が統一されたってことになるんだね。とはいえ、マックスのスタック数80へ何秒で到達するのか？もしくは複数の攻撃でようやく80に到達するのか？よくわからないよね。ってことで確認しましょう。まずは継続時間について、他の効果にはその時間が表示されてないようなので、スラック系でその継続時間を確認します。続いて、スローダウン効果のスタック強度がどの程度となると、それなりに、スローダウンだなって思えるのか？主観的じゃあるけど、ヒルコ、グラビティ、楕円形で画面上の動きを見てみて比較しましょう。なるほど。スプリンターは5秒だね。そうすると他のスラッグ系では、これらも同じく5秒なんだね。次に、強度によるスローダウン効果だけど、どうだろう。5発目がマックスとなるようだけど、これが最低限効いてるなって感じかな。そうすると、3スロットで5ショット15スタックとなるのかな。つまり強度はマイナス 0.15 でしょうか。これくらい以上のマイナス強度が必要なんだね。この後の確認は、ヒルコ、バジュラ、楕円形、グラビティとなります。楕円形の強度マシマシによるあのスローダウンはかなりすっげーって思えるが、一方であれだけの累積がなきゃ超スローダウンとならないのだな。まあ、スコーンと楕円形を除けば強烈なスローダウンはなさそうです。今回の確認でスローダウンの構造が理解できたって感じだね。それでは次の話題、アルティメットフェンリルについてコメントいただき、そうだ、忘れてた。センターはハープーン系にすらイージスシールドも展開できるよね。さらにドローン。ヒルコだとパワーアセル使えないのにね。ってことで 3.1 ではシャイに変更し防御ポイントを稼ぎます。これでスタートは防御率 50% だけど、程なくすると 60% くらいまでは積み増し可能かな。ただし攻撃系のブーツとはシャイには備わってないから防御シフトって感じになるよね。少しダメージを稼ぎ出す力に弱さを感じるね。そこでもう少しダメージを強化したいってことでジェネレーション 3.2 として楕円形に変更。これでマザーシップチャージスピードは一気に。コロナだとほぼチャージできないからね。パイロットにはリーゼルが登場し、スタートより防御率 60% を確保します。伝統主義者は変わらずで。これで耐久力の初期値は69万。バーナデットと比較して23万くらい少ないね。まあ、それであっても高い防御率を維持できるので、ドローン変更も可能となり、相当な威力増強となるんじゃないかな。それじゃ 3.1 と 3.2 の使いやすさの比較結果はバトルクリップで発表します。どちらなんでしょう。
ということで、コテネタの評価は 3.2 フェンリルとしました。もうね、耐久レベルが違うんだよね。特に月1のタイミングで防御ポイントは250、71% まで上昇するから、やばいって時にかなり耐えきれる。ここが評価点でした。攻撃仕掛け続けても耐久値減らないってやつね。さらにこのフェンリルの優勢なポイントは、まず常に通常モードでの移動が可能。スピードは基本53キロに、イミューンで58キロに、ロードホップで 66.7 キロに上昇。まあこれだけあればほぼ対応可能だね。これで常にバトル展開できるってとこが最大の有利なとこかな。次には伝統主義者の有力なポイントで、防御緩和で挑まれるといくら 71% の防御率あっても基本耐久値が通常だと結構素早く削られるってことへの対応となるのかな。もちろん重武器使えない代償が伴ってるけどね。そしてリーゼルの50防御ポイントと防御緩和の無効化だね。それでもこれは無敵ではなく防御緩和を無視するって謳ってある武器。今のところリーバーだと普通に削られるからね。そんなわけでかなりカチカチのフェンリルなので、おちょこちの代役としてこれからの通常編成としてバトルやっていきます。また次世代となるコンビネーションあればご参加クリップとして登場します。それではご視聴いただきありがとうございます。おやすみなさい。